今日は結構レベルも上がって、装備もかなり強い装備になったので、以前ですね、ボコボコにされて全滅して逃げ帰ってきたガライの墓に再チャレンジをしたいと思います。そして銀の盾ごとを手に入れるというのが本日の目標でございますね。ということで、ガライの墓、ここから入っていきまして、ここですね。はい。では、早速、レミーラを使ってあたりを明るくしてと。明らかに敵が強そうですよね。メーダーロードは、まだこの洞窟でしかエンカウントしたことがないんじゃないかな。しかし、なんと、一撃で倒せるという。いやー、強くなりましたね。だいぶたくましくなりましたね。これなら、攻略できそうな気がするよ。ぐるっと、あそこに階段がありますね。お、ドロルメイジ。これも強そうですけど、一撃では倒せないけど、向こうの攻撃もこちらに2しか入らないので、まあ余裕を持って倒せますね。あ、資料の騎士。そう、このね、資料の騎士にね、前回ボコボコにやられたんですけど、もう一撃でもう一撃で倒せてしまうっていう。いや、成長しましたね。あ、真ん中にね、色のついたタイルがあるから、あそこが怪しいんですよね。あそこが怪しいんだよな。まあ、ああいう部屋があるということは、最下層なんじゃないかなと思うんですけどね。うわ、ははーん。まだ下があるんだ。ちょっと降りてみようか。あ、もう、一番下っぽい音楽が流れてたんですけど、このフロアのさ、青いタイルで囲われた部屋みたいのがあるんですけど、そこに行く通路がないんですよね。もしかしたら、地下4階に1階下がって、また別の階段で上に上がってくるとかなのかな。そういうことかな。そういうことなのかもしれない。そういうことなのかもしれないので、一度地下4階に下がってみましょうか。これ以上大幅に強い敵にエンカウントするのも嫌なんですけど、下側から行ってみましょう。あ、なんか、上下左右対称のフロアっぽいな。どうだろう。そんなに地下4階は広くなさそうですよね。あ、やっぱりここに上に登る階段ありますね。どっかに何もないかを確認して何もなさそうなので、あの階段を登りましょう。で、位置的におそらくこの階段登ると、地下3階の青いタイルで囲われた部屋に出ると思うんですよね。出ましたね。出ましたね。お、ありました。銀の盾ごと。これが銀の盾ごとですね。調べてみましょうか。銀の盾ごとを見つけた。イエーイ。ふう。赤に何か書いてあるかな。何も書いてないんだ。でもこれがガライの墓だと思います。で、気をつけないといけないのは、このね、銀の盾ごとを使うとね、魔物が寄ってくるみたいなことを言ってた人がいたような気がするんですよね。ちょっと使ってみます、恐る恐る。恐る恐る使ってみると、ティロリロリ。ねまあ、要するに口笛ですよね。口笛と同じ効果だということで、はい。これで、銀の盾ごとをゲットしたので、次にやるべきことは、これですね。銀の盾ごとを手に入れたら、マイラの村の北西の祠に行くと、雨雲の杖がもらえるっ
はずなんで、次は雨雲の杖をもらいに行きましょう。おそらく祠にいるおじいさんが、三賢者のうちの一人だと思います。これまでラダトームの地下室で、賢者と思われるおじいさんから太陽の石を、もらったので、雨雲の杖で2人目。で、どうやら賢者は3人いるらしくて、魔王じゃないや、竜王のね、城がある魔の島に行くためには、その3人の賢者からそれぞれ、神秘なるものをもらわないといけないというような話です。ここを北に行くと、確か祠があったはず。ありましたね。あれです。さあ、行ってみましょう。雨雲の杖。雨雲の杖を。さあ、じいさん。約束通り、銀の盾ごと取ってきたぜ。なんと、銀の盾ごと手に入れたと申すか。そろよ、わしは長い間待っておった。そなたのような若者が現れること。さあ、その宝箱を開けるがよい。じゃあ、ありがたくいただきます。よし、雨雲の杖を見つけた。ゲット。そろよ、わしは長い間待っておった。そなたのような若者が現れること。このまま世界が闇に覆われていれば、人々の心もすさんでしまうであろう。それだけは食い止めねばならん。行けそろよ。雨と太陽が合わさるその場所へ。ということで、これで雨雲の杖と太陽の石が揃ったので、虹の橋を架けられるということですかね。これと、これかな。はい。リムルダールの西の外れに虹の橋を架けることができるということなのですが、ここですね。もうここ明らかに怪しいですよね。橋を架けてくれと言わんばかりの、ね、向こう側に、橋1マスかかったら向こう側に渡れるんで、で、ここでどうしたらいいの？調べるじゃない。道具かな。雨雲の杖使う。何も起きない。太陽の石使う。えちょっと待って。どうしたらいいのこれ。これどうしたらいいの？使うじゃないの？捨てる？それを捨てるなんてとんでもない。太陽の石捨てる？それを捨てるなんてとんでもない。そうだよね。まあ確かにちょっと思い当たるのは、もしこの先に進むと魔の島に行けるのだとすると、魔の島へ行くためには3つの神秘なるものが必要って言われてるんですね。で、今のところ手に入れた神秘なるものが、雨雲の杖と太陽の石の2つしかないんですよ。だから、もう1個足りないっていうことなのかな。もう1個入手しないと、橋を架けられないっていうことなのかな。そういうこと？そしたら、ちょっと考えがあるので、一回、ちょっとめんどくさいんですけど、もう一回、ラダトームに戻ります。預かり所に行って、引き出す道具、それで、王女の愛を、手持ちに入れて、それで何をするかというと、元の印なるものがどこにあるかっていう話なんですけど、ここ、ラダトームの城まで、北に140、西に80の場所を探せって言われてるんですよね。はい。で、
まさかこうやってラダトーム城から、北に140、西に80ってことは、ラダトーム城から南に140、東に80進んだところだと思うんですけど、まさかこうやって数えながらね、1、2、3ってやっていくわけにもいかないんで、どうするかっていうと、このローラ姫からもらった王女の愛というアイテムがあるんですが、これを使うと、まず次のレベルまでに必要な経験値を教えてくれた後に、私のいるお城、つまりラダトーム城まで、南に4、西に3の方向ですよって教えてくれるんですよね。なので、これを使えば、ラダトーム城まで北に140、西に80の場所がわかるはずなので、ちょっとこれで、このロトの印があると思われる場所まで行ってみようかなと思います。ここの砂漠の中にポツンとあるのが、魔物に滅ぼされてしまった町ドムドーラですね。ちょっとここいらで王女の愛を使ってみるか。王女の愛を使って、184ポイントならもう少しでレベルが上がりそうですよ。そして、私のいるお城は北に98、東に46なので、ここからさらに南に行って、そして、ずっと東に行けば、目的地に着くと思います。はい。明治キメラ。強そう。明治キメラって、ドムドーラにも出てきた気がするな。ということは、この辺りの敵に楽に勝てるようになると、ドムドーラ攻略が見えてくるのかな。そんなことを言っていたらレベル17に上がりました。素早さ8、身の守り4、最大 HP8、最大 MP5。きたー、ベホイミきたー、やっぱりベホイミだったー。これで多分、悪魔の騎士と互角に戦えるようになったんじゃないかなと思うんですけど、一回、一回じゃない、先に、ここまで来たので、ロトの印を取りたいと思います。はい。取りたいと思いますね。さあ、使ってみましょう。王女の愛。北に122、西に6ということで、まだ、ここよりも南東に進む必要があると。南東ですね。南東ですね。あ、こんななんか大きな毒の町確かにあったな。確かにありましたよ。もしかしてここの毒の町の中ってこと？その可能性あるよね。怪しいもんね、こんなでかい毒の町。あ、北に140だから、えーっまず上下の移動はもうしなくていい。で、西に42だから、あと東に38進めばいいってこと？怪しい。明らかにここの狭いとこ怪しい。さあ、どうかな？北に140、西に65。あと少し、あと15東に進めばいいんだ。明らかにここでしょう。この辺りでしょう。あと4。あと4進めばいい。1、2、3、4。ここかな？びっくりした。びっくりした。なんか、イベント戦闘かと思ったけど、そういうわけではなかった。ただの明治キメラだった。おそらくここがラダトーム城まで北に140、西に80の場所なんじゃないかと思います。ローラ姫の声が聞こえます。次のレベルまで、3595で、私のいるお城は北に140、西に80の方向ですと。さあ、この毒の沼地のど真ん中を調べてみたいと思います。
たー。よし。ロトのするし、ゲッチュ。いや、ロトの印ゲットしましたね。こういうことだったんだな。では、宿屋に泊まって回復をして、一度、ドムドーラの悪魔の騎士にチャレンジしてみたいと思います。勝てればロトの鎧が手に入るんで。さあ、やってきました。ドムドーラの街です。ここに、昔、ユキノフさんっていう方がいて、ユキノフさんがロトの鎧を持ってたらしいんですよね。はい。持ってたらしいです。で、ユキノフさんのお店は町の東にありましたと。で、ユキノフさんは宝物を自分の店の裏の木に埋めたというふうに、メルキドの町の人たちが言ってました。で、なので、この町の東にあるお店の、裏だと思われるところまでまず行ってみたいと思います。はい。大魔道も地味に強いよと。東なので、これですね。これがね、ユキノフさんのお店だった場所だと思うんですよね。で、この毒の沼地の向こう側にある木のところに、おそらくユキノフさんはロトの鎧を隠した、埋めたんだと思いますと。なので、本意味で、HP を全開にして、で、一回ね、来たことあるんですよ、ここ。前回かな前回来たことあって、この毒の沼地渡って向こう側に渡った時に悪魔の騎士とエンカウントしたんですけど、多分それがイベントエンカウントだと思うんですよね。なので今回も悪魔の騎士とエンカウントすることになると思います。行ってみましょう。あ、やっぱりそうですね。はい。ドラクエの場合はイベント戦闘でも何かそのイベント前に、こう魔物と会話をしたりとかっていうのがないので、これがイベント戦闘だって気づきにくいんですけど、これは間違いなくイベント戦闘ですね。悪魔の騎士なので、じゃあまず最初に物理で殴ってみます。こちらのダメージが29。おっとっとっと。今とんでもないことしてきたな。ラリホーしてきたな。ちょっとさ、魔法トーン効くかな。眠らされたら大変なことになるよね。今、HP がほぼ満タンなので、多少の余裕がある。1ターンぐらいは余裕があるので、少なくとも。魔法トーンで、ラリホを封じ込められるかちょっと試してみましょうか。はい。よし !OK。これでラリホンを怯える必要がなくなった。しかし相手の物理攻撃で今、29効いたよね。なので、確実に上が取れてるなら、いいんですけど、ちょっとラリホー効くかやってみるか。もう1ターンぐらい余裕がありそう。見た目的に素早さそんな高くなり、素早さそんなに高くなさそうなんで、多分、上は取れてる。で、30弱のダメージなので、もう1ターン余裕があるので、ラリホを使ってみますか。はい、効かない。じゃあ、ベホイミで回復。OK。で、上は取れてるね。物理で殴って29でした。その次に炎の剣を使ってみましょう。どれくらい効くでしょうか。12。物理で殴った方がいいよと。いうことですね。ちょっとギャンブルするの嫌なんで、ベホイミで回復します。はい。で、攻撃します。もう一回殴れるはず。
今のところ毎回上が取れてるので、上が取れるのはほぼ確実だと思うので、もう一回攻撃します。お、イエスイエス、俺は強くなってる。確実に成長してるんだ。よし。悪魔の騎士をやっつけた。130ポイントの経験値を獲得。160ゴールドを手に入れました。一応回復しておきましょう。怖いので。はい。そしてこの木の下に何があるかというと、きたー、ティントンティントンティン、ロトの鎧、あ、なんかグラフィックが出てきた。ロトの鎧のグラフィック出てきた。やったー。いいっすね。早速装備するか。装備する。炎の剣。あ、魔法の鎧よりも守備力が4高いよ。これさ、でもさ、魔法の鎧ってさ、HP 回復の効果あったけど、ロトの鎧はないのかな。どうなんだろう。あ、ちょっと待って。ありそうじゃない？しかもさ、ロトの鎧着てると、ほら、毒の沼地でダメージが入らない。強い。強いです。しかも HP 今回復したような気がするんだけど、気のせいかな。91だった気がするんだけど、ちょっとわからないけど、HP が回復してるかどうかはまた後で確認してみるとして、今度はロトの印を手に入れたら来いよって言ってた。リムルダールの町の南の聖なる祠に行きましょうか。はい。さあ、3人目の賢者ですね。おい、お前、前回よくも、なんか、愚か者めとか言って追い出してくれたな。ちゃんと、ロトの印持ってきたぞ、これ。これ装備はできないよね、さすがに。さすがにね、ロトの印装備できるわけじゃないと。さあ、じゃあ、賢者、3人目の賢者に話しかけてみましょう。偉大なる勇者ロトの血を引く者よ。今こそ、雨と太陽が合わさるときじゃ。さあ、雨雲の杖と太陽の石を。こういうことか。なるほど。ソロは神官に雨雲の杖と太陽の石を手渡した。だからバラバラで持ってるだけじゃ、虹の橋はかけられなかったわけですね。やっぱり。おお神よ、この聖なる祭壇に雨と太陽を捧げます。なんだろう。なんかネックレスあれ。アクセサリーみたいのが天から降ってきたよ。それは何ですか？さあ、祭壇に進み、虹の雫を持っていくがよい。虹の雫を見つけました。来たー。わ、虹の雫。これは装備はできないよね。何でも装備できるんじゃないかと思ってしまう。そういうわけではないと。はい。ソロよ。ここにはもう用はないはず。さあ行くのじゃ。なんかね、このおじいさん結構冷たいんだよな。冷たいけどまあいいでしょう。そしてこの虹の雫をどう使うかはもう皆さんも大体、見当がついてると思いますが、さあここで道具虹の雫使ってみましょう。ソロは虹の雫を天にかざした。橋がかかって、うわ、うわ、ちょっと位置関係がよくわからなかったけど、ここはもう間違いない。魔の島だ。いよいよ魔の島に着きましたよ。ということで、はい。こう魔の島について残るダンジョンは、
この竜王の城だけだと思うんですけど、今日はちょっと時間が遅くなってしまったので、ここまでにして、えーっルーラでナダトームに戻って、HP 回復しつつ、冒険の書を書いて、冒険は終わりにしたいと思います。